数百年の美の伝統の中で誕生した超絶技巧。その遺伝子は現代の作家たちにも受け継がれています。桶の中にいるのは日本の夏の風物詩、金魚。でも近づいてみると動きません。ではこの金魚を横にしてみると金魚はいません。実はこれ絵なんです。本物のような金魚を描いたのは美術作家深堀龍介。20年以上金魚ばかり描いているので金魚絵師とも呼ばれています。アーティストを辞めようと思った時にずっと飼ってた金魚、部屋で飼ってた金魚に目がいって、こんな近くに僕の求める美があったと思って、それで赤い絵の具を出してその子を見ながら描いたのがきっかけで。ではどうやって金魚が立体的に見えるのでしょうか。まず透明な樹脂をマスに流し込み、固まった後にアクリル絵の具で下のヒレの部分を描きます。再び樹脂を流し込み、固まるまで2日間待ち、何層塗れば立体感が出るのかを計算しながら薄い層の色を20回近く塗り重ねます。するとこの通り本物にしか見えない金魚の完成です。生き生き泳ぐ金魚の質感や色合い、水の波紋までもリアルに再現しています。これが金魚絵師深堀龍介の超絶技巧です。大都会東京の中心六本木界隈を描いた都市景観図です。しかし絵の上にある画題の描き方は浮世絵風。中世の屏風絵のような金の雲が描かれていたり、どこか古典的な雰囲気を持った細密画です。こうした古典的な様式を使い現代を描いたのは画家山口明。目を凝らすと不思議な光景があちらこちらに見えています。崩れかけた高層ビルでしょうか。その横には昔の城が食い込むように描かれ、隣にはなぜか原子力発電所のサイロらしきものも見えています。現実にはありえない奇想天外な光景です。こちらは東京のデパート。買い物客でにぎわう様子が透けて見えています。不思議なことに曲げを言った昔の町人や侍の姿が見えます。混雑する太鼓橋の上には自動車と昔の牛車、古い時代のものと現代のものが混在しています。徹底して細部にこだわり、時空を超えて何でも描き込む。それが山口明の真骨頂です。床の隅っこに
雑草が生えています。実はこれ作品なんです。壁の上を見上げると、一輪の朝顔、これも作品。すべて木を彫って作られた花や葉っぱなんです。さまざまな草花を本物にしか見えないほど精緻に彫り上げたのは美術家須田義弘です。身近な自然の中に咲く小さな花や雑草、そのハッとする美しさや生命力をも写し取る究極的な技です。この椿の1ミリほどの小さなおしべ、一本一本細かく繊細に彫り込んでいきます。植物をリアルに彫りたいっていう、気持ちがあるので、できるだけ本物と同じぐらいの薄さだったり細さっていう風にしたいなという風には思ってやってますね。やっぱりその技術は限界がないというか、やっぱやればやるほどやり尽きるっていうことは多分ないんだろうと思うので。須田義弘は花を彫ることだけではなく、展示空間との関係性を重視します。白い壁の部屋に置かれた丸い黒漆のボード、近づくとそこには漆黒の池に咲く睡蓮、ありえない場所やさりげない場所、花が置かれる場によって空間が違って見えてくる。その面白さにこだわる超絶技巧です。